これはブレンダーで作った動画で CG なので作り物っぽさもあるんですけど、今回はこの映像に対してアフターエフェクトでレンズ感を足してよりリアルに仕上げたいと思います。それでは始めます。前回の動画ではグレインを追加してデジタル感を崩してみたんですけど、今回はその続きとなってます。テーマは色収差で、英語だとクロマチックアベレーションと言ったりします。 CG とかあと生成 AI で作った動画なんかは綺麗すぎるので、微妙に欠陥を足してカメラレンズを通したような撮影感を作っていくんですけど、今回はプラグインのクイッククロマチックアベレーション3というものを使います。これは無料のプラグインとなってて、プラグインエブリシング社から出てます。一応概要欄にリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。それではそのプラグインを使って色収差を追加してみます。では今回はこの動画に対して色収差を追加してレンズを通したようなリアル感を追加してみます。クロマチックアベレーションはハイライトのところだったり、あとコントラストが強いところだったり、あとは画面の端っこの方に特に強くかかるので、それを再現してみるんですけど、今回は2種類のアプローチを使ってみます。まず1つ目のアプローチから試してみます。まずはこちらの動画に対してエフェクトのクロマチックアベレーションを追加します。初期の段階ですでにクロマチックアベレーションが少しかかっているんですけど、この値が 0.5 だとちょっと分かりづらいので、一度大きくしてみます。こんな感じでちょっとかかってます。これをじゃあ7ポイントぐらいにしてみます。そうするとこのように色ずれが起きていることがわかると思います。一度色収差をカットしてみます。今カットします。でもう一度入れてみます。このような形で色ずれが起きていることがわかると思います。この場合だと少し画面をアップするんですが、中心がこの辺りなんですけど、ここにもかかってるし、あと外側にも色ずれが起きていることがわかると思うんですけど、今回はできればこの外側の方にだけ色収差をかけたいので、それをマスクを使って表現してみます。一度画面を戻します。それではこのレイヤーを選んだ状態で楕円形ツールをクリックします。これでこのレイヤーに対してマスクを作れるようになったんですけど、それではポインターを真ん中付近に持ってきて、シフトオプションコマンドを全て押してドラッグします。ここで止めます。そうするとまん丸いマスクを切ることができたので、このマスクを使って色収差を外側にだけかけてみたいと思います。一度選択ツールに切り替えます。まずマスクを反転させます。その後にマスクの項目を開いて、マスクの境界のぼかしを少し加えます。こんな感じでぼかしておいて、マスクの拡張を少し縮めて、マスク自体をちっちゃくします。マスクをこのような形にして、真ん中の方は黒いんですけども、外に向かって透明になるようにしてみました。ではこのマスクを使って、今度はエフェクトのかかり具合を調整していきます。一度マスクの項目は閉じて、今度はエフェクトの項目を開きます。さらにクイッククロマチックアベレーション3の項目を開いて、一番下のコンポジットオプションという項目があるんですけど、このプラスを押します。そうすると何が起きたかというと、先ほどマスクを作ったと思うんですけれども、一度マイナスでコンポジットオプションを切ります。この黒い部分にはエフェクトがかからないんですけど、外側に向かうにつれてエフェクトが強くかかるような効果を付け足すことができます。それではもう一度コンポジットオプションのプラスを押します。そうするとちょっと拡大してみるんですけど、真ん中の方は全くエフェクトがかかってないんですけど、外側に向かうにつれてエフェクトが強くかかっていることがわかると思います。一度画面を戻して、これだとちょっと強すぎるので、先ほど7ポイントずらしたんですけど、5ポイントにしてみます。これで色収差をつける方法の1つ目が完成となります。それでは2つ目の方法をやってみます。一度このレイヤーにかかっているエフェクトをすべて削除します。マスクも削除しておきます。それでは2つ目の方法に入ります。まずはレイヤーを複製して、一旦分かりやすいように上のレイヤーだけソロ表示にしておいて、上のレイヤーに対してエフェクトのキーイングから抽出というエフェクトを追加して、このブラックポイントの値をどんどん削って、明るい部分だけを抜き出しておきます。今どんな感じになってるかっていうと、一度透明グリッドにするとこんな感じになってます。
このように明るい部分だけが抜き出されたという状態になってます。このままだとエッジが少し立ちすぎているので、ちょっとぼかしたいのでブラを追加するんですけど、エフェクトのブランドシャープからブラガウスを追加して、デフォルトですでにブラが25かかっているんですけど、ちょっと強いかなと思うので、今回は10ぐらいにしておきます。このような形でエッジを滑らかにしておいて、この状態でプラグインのクイッククロマチックアベレーション3を追加したいと思います。追加したら、先ほどはこのポジションっていうところの値をこのようにいじって色ずれを起こしたんですけど、今回は違う項目で色ずれを追加したいと思います。この項目はとりあえず0にしておいて、今回はその下のローテーションを使います。今0度なんですけど、回転を上げるとこのように中心から回転しながら色ずれが起きていることがわかると思います。このローテーションの値をとりあえず 1.5 度とかにしてみます。これでもちょっと強いと思うんですけれども、アップで見てみるとこのように色ずれが起きていることがわかると思います。それではこの状態でソロ表示を切って、さらに上のレイヤーの描画モードを通常からスクリーンに変えてみます。そうするとちょっと分かりづらいかと思うんですけども、今オフなんですけどオンにしてみると明るい部分に微妙になんですけど色ずれが起きていることがわかると思います。不透明度の 100% だと少し明るすぎると思うので、ショートカットの T を押して不透明度の値を出して 100% からじゃあ今回は 60% ぐらいに下げてみます。これで本当に微妙になんですけど明るい部分に色周差を追加することができました。それでは微妙に色周差を追加することができたので、次はグレインを追加してさらにフォトリアルに仕上げたいと思います。それでは調整レイヤーを追加して、その調整レイヤーに対してエフェクトのノイズ&グレインからグレイン追加を選んで、密度が 0.3 ぐらいにしてサイズが 0.8 ぐらいにします。カラーはモノクロにチェックを入れて、アニメーション速度は 0.3 にしておきます。最後に表示モードをプレビューから最終出力に切り替えます。それでは明るい部分への色周差とあとグレインを追加してみたので再生してみるんですけども、この画面越しではなかなか伝わらないと思うので、そのあたりは実際にお試しいただいてご確認ください。今回の説明は以上となります。まとめです。リアルは決して完璧ではないので、エフェクトなどを複数活用して少しだけ綺麗すぎるを崩したりもするんですけども、その小さな積み重ねで映像の説得力が結構変わってくると思います。何か少し物足りないなぁと感じたら CG 感とかあと AI 感を崩す方向で考えてみるのもありかなというお話でした。次回も綺麗すぎるを減らす仕上げについての動画を作れればなと思ってます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。さようなら。